よし、天気よし、エンジンよし、出発進行。今日は呉市から東広島市までのんびりブラブラとドライブしていくのだ。まず最初の目的地はお好み焼きなのだ。この動画では日本の風景を VR で案内していくので、左右に広がる景色に合わせながら最後まで見ていってね。まずは呉市を脱出なのだ。今回は左にある呉東広島道路は使わず下道で行くのだ。呉市は海と山に挟まれた町だから、坂道やカーブが多くてロードスターにはもってこいのステージなのだ。潮風を後ろに感じながら東広島を目指してぐいぐい登っていくのだ。排気音も心なしか気持ちよさそうに聞こえるはず。坂道をぐいぐい登って入ったのが熊野町。ここはハリウッド女優や世界のトップモデルたちがみんなこぞって指名する魔法の道具が生まれる町なのだ。知ってるかな？それは右手に見えている熊の筆なのだ。世界中のプロのメイクアップアーティストが愛用する最高級の筆がこの町で作られているのだ。江戸時代から続く伝統の技術はまさに職人芸。この町にはもう一つ大きな特徴があるのだ。それはとにかく道が狭いところが多いことなのだ。大きな道路を走っているつもりでもいきなり道が狭くなるので要注意。さっきまで広々としていたのに気がつくと対向車とのすれ違いに気を使うような細い路地に入り込んでいたりするのだ。この変化の激しさが盆地にある歴史ある町ならではの難しさなのだ。ここからは黙って狭い道を楽しんでみよう。狭い区間はこれで終わり。狭い道を無事に抜けて、ここからは山を一つ越えて東広島市を目指すのだ。みんな大好き待ちに待った峠道に突入する動画は別にまとめるのでそっちで見てね。今回はあくまで東広島までのドライブなのだ。峠を越えると目の前に一気に水田が広がってきたのだ。ここ東広島市は山に囲まれた大きな盆地になっているのだ。この広い空の下を走っていると盆地特有の穏やかな空気を感じるのだ。ここ東広島市には大きく分けて3つの特徴があるのだ。山に囲まれた盆地で良質な水が取れるから、まずはこの水田が広がる日本の古典的な光景。そしてその良い水を使って発展してきたのが全国的にも有名な日本酒作り。さらに面白いのが、そんな伝統的な顔を持ちながら実は最新の半導体作りも盛んなところ、まさに伝統から最新技術までを網羅したすごい都市なのだ。ここで右側を見てほしいのだ。見えてきた巨大な工場、あれが世界的な半導体メーカーのマイクロンテクノロジー。のどかな水田風景の中にいきなり最先端の巨大プラントが現れる。このギャップこそが今の東広島を象徴する光景と言えるのだ。さあ、いよいよ待ちに待ったお好み焼き屋さんに到着。車内にまでソースのいい香りが漂ってきそうな気が。あれ、まさかそんなはずはないよね。臨時休業なのだ。臨時休業なのはショックだけど、くよくよしててもお腹は膨らまないので、ここはプラン B を試行するのだ。経験豊富なドライブ好きは必ず予備の案を用意しておく。これ常識。不測の事態を楽しんでこそ真のドライバーと言えるのだ。ここを右に曲がってと。お店は見えた。看板が出ているから今度はちゃんと営業しているみたいなのだ。あれ、お店はあるけど駐車場はどこなのだ。これプラン B も崩壊の予感。
お腹はもう限界だし、駐車場が見つからない。ガッテム、作戦会議を所望するのだ。まずはドライブ旅のお供、コンビニに寄って一回落ち着こう。今回はここまで。まさかの展開続きだったけど、これもまた旅の醍醐味。東広島ドライブはまだまだ続く。次回の挑戦もぜひ楽しみにしていてほしいのだ。それじゃあまた次の道で会おう。